宅の方は見に行ったりっていうのはできなかっ1回10日ぐらいで8日目か体育館にいた時に、避難の体育館にいた時に、お隣のところ、体育館のお隣の人が見に行きましょうよって言って彼女は行ったらしいんですよ。ねえ、家がなくなるっていうより行った時も街が街がないってこういうことなのと思いましたね。もう全然景色が違ってましたし、家も土台だけ綺麗に残ってるんですけど何にもで、残ってる家ももう窓ガラスはね割れてもう傾いたり、すごい状況じゃないですか。でどうだったと俺聞いたらね、匂いが激しい。すごかったんですよ、匂いが。で家がないっていうわけ。それで俺体育館の中にパソコンが入ったんですよ。それで Google のあれで自分のところの住所を入れて検索したら屋根が残ってるんですよね。こう「お前違うじゃないか、お前残ってんじゃないか」っつって、すごい剣幕で「こっちに残ってんだろ」って言うんですよ。私自分の家見に行って土台しかないのにねいやで私もでもね、あんまりわーって言われたからね、私自分でよそのうち見たのかなって半分で自信がなくなっちゃってね周りも変わっちゃってますもんね。分かんないですもんね。でも間違いない、全然ちゃんとお花もあれだ、違うないっていうのにあるってすんごいそれで行こうって言われて行ったんですよ。そしていやひでえなと思ったんで、私もね、うわなくなって Google であるからもう自分のところまで行ったんだけども、瓦礫があってなかなかある程度のところはこう整理されてたんですけども、行ってあれ根は裏のお家の屋根がペシャンとなって、それが Google に映ってたのね。だからその半壊しちゃってるわけだから、もう1階はなくなっちゃって、上の屋根がボーンと落ちたのが裏、それが裏だから近いから、それが自分の家の屋根だと思って誤解したんですね。そしたらないとあらねえやで、こう辺りをこう探してたら、それなんですか、ホッチキス、鈴木良一っていう名前のついたホッチキスがこれですよ。これが買ったんですよ。お皿だとか何にもない。それがこう家の庭のところの土台のところにこう「あ、これ俺んだよ」って名前が書いてあるからね、いやもうこれは大事にしようと思って早速もう水で洗ってお湯で洗って油さしてでなんかお告げがあんのこれねあんまり喋りすぎんだよっていう今後はどうされる？僕はもう誰にしも言ってるんですが、まず8月の23日に第1回目の市の説明会、いわゆる元あった土地家をどうするか、その説明会が23日の午後7時からあるんですよ。まあそれはもうすでに新聞だとかラジオとかでもう報道である程度されたものを一応集めて発表するんだというふうには思ってますが、それがだんだん決まっていってある程度どうなるかっていう方針を行き先を見極めて、それで、どういうふうな方向へ行こうかというふうなことを今考えてるわけですよ。じゃあ何かというと、まず一つはキャンピングカーを買って、あったかいところに行ったり寒いところに行ったりしてキャンピング生活をする。第2点は海外へ行ってタイの、なんだっけ、チェンマイへ行って、日本人街があるから、それで私は年金生活ですから年金向こうは物価が半分だから以下だからお手伝いさんも雇えて裕福な暮らしができると。それは永住するんじゃなくて滞在型のステイをしようと。だから1年に1回は帰ってくると、そういう夢ね。すごいねそれから
もう一つはクラインガルテンっていうクラインガルドイツでやってる NPO みたいな団体があるんですよ。それを日本のいろんなところへ高原地だとか、山だとかっていうところに農園を開いて、そこで田植えを畑仕事を教えるだから、そのなんていうのかな、住まいを貸すんですよ。で集会場っていうのがあって、そこでいろいろなお稽古事だとかなんとかっていうのも教えてくれる。でも家賃があれ3万円か月、それで農業も指導してくれるし、そういうところへ行ってやろうかなと。いずれにせよ最終的にはもう家はいらない、土地もいらない、年が年ですから、もう物欲は何もない。だったら借りて、それで壊れたら大家さんが払うんだから、自分の家だったら10年ごと5年ごとに直していかなきゃいけない。5年だったら15年屋根が飛びました、シロアリが出ますからって、そんなのは全部大家さんがやってくれるわけだから、流されても大家さんだよね。俺たち命助かればいいわけだから、もう物欲はない。だから家は建てない、土地も欲しくない、もういわゆる曲がり生活でいい。ところが23日に第1回目はやるんですけれども、その計画が早くしてくれないと、私もう69ですから、この2年間この仮設にいる間がものすごく大切な時期なんですよ。健康で、それ健康でないと僕の今の夢はできないから、だから早くしてくれって言ってるわけよ。政府さんにも県さんにも市さんにも区さんにも。これ奥さんはどういうふうに話し合ってるんでしょうか。はい、一緒、だって第二の人生だから違う人生送った方がいいでしょ。せっかく今まではほら家があるからそういうことってできないじゃないですか。家を1ヶ月も3ヶ月1年も空けるってことはもうその心配何もないでしょ。そしたらね、楽しい生活をした方がいい。だからいろんな情報をいただいてるの、お友達になんか。だから家は流されたけど、家は流された、土地はなくなっちゃったけれども、人との付き合い広がり、これはねあるよな。だからこういうふうに全然さ、津波で家が流されてなくてここにいなければ新井先生ともお話しする機会はなかったんだもん。フローレンスさんともお話しするすごいね、もうね幸せ。これも荒浜は結局ね、もう老夫婦でしょ。だから自分たちに気に入ったものだけにで揃えて暮らしてたわけですよ。いろんなものにいらなくてね。でそれで満足はしてたんですけど、思いがけないこういうことにあったので、じゃあね、また違う生活もいいかな。すごい思い切りだけど、すごいな。全部なくなっちゃうとそうかもしれない。本当に半分残るとかね、なんかこれしか残ってないの。俺ね、これ分かったよ。やっぱり輪をつなげるんだよ。ここへ喋るなんつうんじゃなくて、輪をつなげろって言ってんのかなと。